うおー出た。うおーすごいチェイス。後ろにいっぱいいる。うわすごいすごいすごい。ダブルヒットなるか。うわすげえ。ここ数年でやっぱり僕の地元である大分県豊後水道、そしてこの瀬戸内の海域でやっぱり10キロ20キロオーバーっていう目撃情報、あとは漁で捕獲されたっていう情報、これらがどんどん増えてきてる時代になってきて、やっぱり釣り人の中でもそいつらを釣りたいっていう気持ちがどんどん高まってる気がします。今回はその始めとなるその1本をまずはこの動画に収めたいですね。僕自身この場で釣りを覚えたって言っても過言がないような場所なんで、本当小学生物心ついたぐらいから、父親に連れて行かれてこう、瀬戸内海のハマチだったり、それをキャスティングだったりジギングで釣ってて、僕も中学生ぐらいの時にジギングですけど一回ヒラマサを釣ったことがあって、あ、瀬戸内海でヒラマサ釣れるんだってその時思ったのが、人生でヒラマサを釣ったのも多分初めてがこの大島の海域で釣ったんで、今こういう、メーカーさんの力を借りて、バリバスさんの力を借りて、こういう大島の地で瀬戸内海でヒラマサキャスティングっていう新しい挑戦開拓ができるっていうのはすごい楽しみですし、それが確立できるぐらいのとこまでは、地元っていうのもあってやっていきたいなって思います。おだお来た。おだおでかい。あ、出た出た。おすごい。うわすげえ。ちょっといいんじゃない。特にこの海域は僕の地元にもやっぱ近いところなので、やっぱりそこで釣りたいっていう気持ちはもちろんありますし、このやっぱこの地域で僕も初めてのヒラマサをキャッチしたので思い出深いというか、この地だからこそ取りたいっていう気持ちがやっぱ強いですよね。とりあえず1本取りたいですけどね。サイズはちょっと、でかいのが釣れたら嬉しいですけど、まずは1本取りたい。まずは1本やね。顔が見たいね、ヒラマサの。そうですね。瀬戸内産のヒラマサの、可能性はありますからね。ちょっとしっかり狙っていきたいですね。そうやね。いやー、あると思うな。来ました、大島。これが大島大橋。流れがすごい。この人は本当7ノットぐらい。おはようございます。お願いします。はじめまして。はじめまして、松成と申します。はじまです。お願いします。釣れますかね。奇跡を起こして。奇跡を起こしたいですね。ちょっと可能性はゼロじゃないんで。特にこの時期は、今魚も結構上に浮いた魚入ってるんで、可能性はなんとか1本釣れるもう姿俺も見たいし、僕たちも頑張って投げ倒します。お願いします。お願いします。お願いします。とりあえず4号タックルが今回のメインタックルの一つですね。SMP の4号にショックリーダー SMP ナイロンの80ポンド、こっちが8号 SMP の8号にショックリーダー SMP ナイロンの150ポンド。糸はヒラマサチューンの6号で、リーダーは SMP
ナイロンですね。竿がシマノの新しいリミテッドの 88H、 結構パワーがある竿で、風がないんで6号で飛距離を出してヒラマサを狙っていきたいと思います。よっしゃ。めっちゃ楽しみですよ。瀬戸内海のキャスティングシーズンベストシーズンですからね今。よし頑張ろう。行きましょう。お願いします。お願いします。なんかせっかくなんでお互い違うことをやった方がいいかもしれないですね。そうだね。いろんなちょっと挑戦っていうか、探りながら、開拓なんで探りながらになると思う。ルアーサイズだったりルアーの引きだったり。どうぞ。いやじゃんけんしますか。じゃあじゃんけんしよう。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。お願いします。はい、6号。とりあえず飛距離も肩慣らしも若干勝ってるけど、やりやすい方で。はい、逆に進み寄るってことね。潮風逆で風上に船が進み寄るってこと？潮はね、若干右側に行ってる。おー、はい、了解です。どっちの方が勝ってますか？若干潮が勝ってる。潮が勝ってる。はい、お願いします。僕はちょっとあえて小型のルアーから始めていきます。1本釣って10キロオーバー釣りたいね。できればやっぱそうですね、10キロ20キロ見たいですけど、まあ開拓なんでいっぱい投げて、とりあえずできることは全てして、ずーっと潮目が入ってね、すごいいい感じだけど。お、出た。乗ってない。おっしゃ、おっしゃ、乗った。なんか食った。結構穏やかに食いましたね。さあなんだ。ファーストフィッシュはこれがヒラマサかもしれないですからね。ちょっとランディングするまでは慎重に行きましょう。かわいい。ヤズくんです。ヤズかな。とりあえずはい、ありがとうございます。とりあえず瀬戸内のとりあえずファーストフィッシュ。はい、ヤズくん。おお、瀬戸内海のブリ、サイズ的にはヤズっていうところですね。いやーでもね、このサイズがかなりチェイスしてたんで、この下にはでかいのがもしかしたらついてるかもしれない。さっきちょっと小さいルアーで小さい魚が反応したんで、デカめのルアー投げていきましょう。お、来た。また可愛いサイズのようが。よいしょ。コマ差ってことはないですか？可能性的にある場所なんで、平間さんもハマチブリも混じるもんね。お、場所的にはまだ潮が緩いでしょうね。ちょっとまだ小型しか出てこないんで、もうちょっと頑張って投げてみます。おー、元気。探すことに面白さがあるというか、
毎回毎回その開拓というか、多分そういう釣りになるのかな。一本でいい。瀬戸内さんの平技を。それこそ1週間前、その僕の地元でキャスティングやってた時も結構トビウオがもう入ってたんで、この付近に数が入ってきててもおかしくはないと思う。やっぱりこの玄界灘だと瀬戸内海のヒラマサのシーズンがずれてるって。おお、トビウオ飛んだ。トビウオ、トビウオ飛んだ。トビウオ、トビウオ。おお、逃げてる逃げてる。絶対逃げよる。あんな開けてもおだ。おっ、うわあー、ちょっと良さそうやったね。ー、くそ乗ってない。もう一発。大きい色あるのがなんか反応がいい気がする。魚のやっぱトビウオを意識してるんですかね。巨匠が大きい色はな、両極端な、全然違いちっますもんね。ちゃい色を投げてみて、探りながら反応を見ながら。どちらかといえばイカ意識でゆったり、ゆったりとゆらゆら。あえて動きをちょっと抑制するためにデカめのトレブルフックしっかり潜らせてフラフラっと。去年釣れとるんかいね。ここでトップで8キロぐらいヒラマサが一番釣れてる場所よね。ヒラマサが多分シンキングとかもありかもしれんね。サーチスイマーでちょっとトップの出が明らかに悪かったんで、魚はいるのは見えてルアーにもついてきてたんで、けど水面までは出てきてくれないっていう状況だった。サーチスイマーでちょっと沈めて広いレンジで探ってみたいと思います。いいサイズも結構ね目に見えていたんで、それが食ってきてくれたらちょっと攻略しながら探ってみたいと思います。お、来た。お、さあスイマー来た。さあシンキングで、お、ドラグ出てる。サイズ良さそうですね。さっきのよりかは重量感があって、結構そこの方でお、見えた。来たかな。お、ついてるついてる。おお、でかいのがついてきてる。ついてるついてる。ついてきてる方がでかかった。かかりがちょっとおお、いいけど。ああ、うまい。これは違うね。おお、そう。よいしょ。はい。おお。おおサイズアップ。サイズアップ。丸い。トップに反応が悪くてシンキングルアーを投げたら食ってきました。サイズアップです。すごい背中が丸くて、瀬戸内海は外海に比べて水温が低く川が多い分プランクトンが豊富で餌も豊富で、すごい何の魚食べても美味しいんじゃないかなっていうぐらい。本当でも瀬戸内海でヒラマサが釣れたら夢があるよね。それをなんか確立できてったら時期としようと。結構やってみたいっていう方はいらっしゃるんじゃないですか。ウッドブックルアーさんのリードの190、僕の地元大分でハンドメイドルアーを作ってらっしゃる方が今制作しているダイビングペンシルですね。もう本当基本的な性能はもちろんですが、かなり、ウッドっていうことでナチュラルなアクションを追求したルアーです。この針のセッティング、ラインのセッティング、全てにおいて今自分に一番合ってるセッティングですね。ちょっと190で反応がなかったんで、も
もうワンサイズルアーを下げて160で探ってみたいと思います。ラッシュブーストで魚にアピールをして、おいだ、おでかい。さあどっちだ。競争泳いでる。おお、引くね。よいしょ。うわ、揺れる。よいしょ。はい。わあ、サイズアップ。丸い。おお、でかい。丸い丸い。絶対引く、玄海のブリより。瀬戸内海ならではの引きと強さと、さっきよりもちょっとサイズアップしましたね。だからやっぱ瀬戸内海のブリは引きが強い。全然玄海灘のブリよりも引きが強いイメージがありますね。すごい綺麗な緑、海の色とそっくりな緑で、すっごいこの魚に追っかけて違う同じ魚がもう15匹ぐらいいたんじゃないかなっていうぐらい一緒についてきてましたね。中にはもっと大きいのもいたんで、サイズアップと、あとヒレが黄色いヒラマサに出会えるように、絶対ヒラマサもいると思うんで投げ続けていきたいと思います。でもやっぱり魚がこうトップのプラグで釣れるっていうのが本当面白いよね。派手にこうルアーに出てきてくれるっていうのが。あ、出た出た。うわすごい。うわすげえ。ママのおったね。ママの弟があれに混じってヒラマサが出てきてくれたら申し分ありません。おっ、おっ、黄色いヒレになれ。あー、丸い。丸ブリだ。なんかブリとはまた違う、なんか色が早巻きで、もう回収しようかなと思って早巻きした時にスイッチが入って食ってきたサーチスイマーを注文して一気に早巻きした時に食ってきましたね。引きますね。潮も結構流れてて潮に乗ったんで本当にヒラマサかと思うぐらいの引きの強さでした。1投目から来るよ。どうぞ。うわ出そう。お出た。うわ来た。もう一発。うわおっしゃ。おっしゃ。よし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 。餌やった。うわちょっと引きが細かいな。うわこれはちょっとまたバレそうだけど。おお、めっちゃついてきとった。おお元気いっぱい。ユーマ詰めの可愛いやつですね。いると思うんだけどな。さっき反応したやつもこれの何倍かはありそうだったので、もしかしたらヒラマサの可能性もあるかもしれない。引き続き狙っていきましょう。おお、じゃよし
よし。うわまたドラグが出ない。ちょっと重量感あるけど。おお、でもちょっとサイズアップしてる。後ろのもおいいサイズ。サイズアップ、サイズアップ、重量感がある。サイズアップ、サイズアップ。よし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 。おっ、太い。おっしゃー、いいサイズ。太っ。うわすごい。やったー。悪い悪い。やったー。今日1位。やったー。おー食いましたね。ユーマ詰め、いいサイズのブリ。うわー太いですね。なかなかこんなにコンディションのいいブリを釣り上げることは少ないので、これはこれで嬉しいです。いやー瀬戸内の魚かっこいいです。逃がしてあげましょう。ありがとう。あ、いたいた。とりあえずただまあ狙いはヒラマサなんで、ここからユーマ詰めにかけて狙っていきましょう。さあ夕日に向かって、うわーいいね。夕日に向かってルアーが飛んでいく姿。魚自体は反応良かったですね。そうですね、魚の反応は結構どの場所でも見れたかなっていう、まあその圧倒的に多分海域的にヒラマサよりハマチブリヤズが多い海域なんで、はい、その中でヒラマサがいる場所をどう見つけ出して、あとどうやってアプローチしてヒラマサを食わせるかっていう課題かなって。明日こそは取りましょう。取りましょう。明日は魔物が、昔から魔物がいると言われているポイントに行くんで、楽しみですね。それは漁師がイサキを釣ってる漁師がでかいヒラマサにイサキをいっぱい取られたっていう情報がある場所に明日行くんで、夢しかないですね。頑張りましょう。瀬戸内ドリームをつかみましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日一日投げさせていただいて、で反応はあるんですけど、それがヒラマサかどうかはわからない。かかってきたのは全部ヤズからハマチサイズのブリ。ただ一日を通していろんなサイズのルアーだとかアクションを試してみて、なんとなくこれかなっていうヒントを得られたので、今日はそこを重点的に探っていこうかなっていう作戦ですね。なんとなくでかいルアーでこう水平気味にアクションするルアーが効くんじゃないかな。4号タックルにショックリーダー SMP ナイロンの80ポンド。そうですね、昨日も可能性があるポイントを回って、魚からの反応は得たんですけど、本命のヒラマサっていうのはなかなか出てきてくれなかったので、また今日は別のポイントで、今度は昨日に比べてもっと西側のポイントに行って、そこもヒラマサの実績があるポイントなんで、僕が持ってるヒラマサの知識を瀬戸内海でも使えたらなと思って、どうにかヒラマサに応えてもらえるように頑張って、いろんなルアー投げて、いろんな釣り方で試してみたいと思います。でもやっぱり限界灘でも釣るのが難しい、本場のね、限界灘でも釣るのが難しいヒラマサを瀬戸内海で狙うっていうのは結構難しい、無謀なチャレンジって言われそうだけど、それ釣ってこそね、なんか挑戦するっていいですね。釣れるか分かんないけど、でも全部の魚がそうね、釣れるのが当たり前の魚釣りって面白くないし、
釣れんから攻略できるけん。釣れないことが魅力であるんですね。今回は特に開拓もう。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。どっちでもいいよ。どっちでも上に行くっていう。さあ、2日目。よし。1投目。行ってこい。さあ行け。背の方向はどっちですか？こっち。はい。おお、おし乗った。来た来た。いや、一匹。よいしょ。おお。2日目。1匹目はこれもヤズじゃん。ヤズでしたね。でも魚の活性が高くて、ちょうど巨匠もバイトが合ってるんで、ちょっと大型の青物とヒラマサを引き続き狙ってキャストしていきたいと思います。うん、ちょっとでかいですね。ちょっとヤズでも平均サイズがちょっとでかいね、こっちの方が。うわ、出た。乗ってない、乗った。どっちだ。ちょっと重量感はある。来ました。さあどっち。はい、出ます。おお、多いサイズ。いや、後ろのやつもっとでかかったですよ。今食いました。いい出方してくれましたね。元気のいいハマチくんです。別注ヒラマサの220のクリアで出るっていうのがちょっとやっぱなかなか面白いですよね。でかいルアーにも反応してくれるいい魚です。よし、こっからヒラマサ、あとは1本出ればいい。当初はヒラマサを狙いたくて今回の企画が進んでるんですけど、やっぱり釣れる魚を釣るっていう、その現地の魚を釣るっていうのもやっぱすごく面白くて、こんなルアーで水面下であんなエキサイティングにバイトしてくれると、やっぱ釣り人としてはそれも狙いたくなって、視覚的にも釣果としても面白い。さあ引き続き狙っていきましょう。前投げていいよ。はい、消します。前の11時ぐらい。11時。違う、1時方向。1時。はい、1時ぐらいが釣れそう。うおー、出た。うおー、すごいチェイス。後ろにいっぱいいる。うわ、すごいすごいすごい。さあ俺のルアーにダブルヒットなるか。うわ、すげえ。見向きもせん。あ、来てる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 。うわーすごい。よいしょ。すごいな。すげえな。魚の数がマジで多い。塩関係ないじゃん。うわー、しかもいいサイズ。こんなに元気でアグレッシブな魚が多い海域ですよね。本当に楽しい。はあ、最高です。まあでも1匹の魚を釣るにでもめちゃくちゃ釣り方があるってことよね。ショアで釣ったりオフショアで釣ったりトップで釣ったりジグで釣ったり、なんか、その中で自分が好きな釣りを見つけて、自分の好きな魚を釣るっていうのが一番かなって。やっぱ魚釣りは楽しくないとね、好きでやってるんだから。
あ、後ろだ。すごい。おお、ちょっといいんじゃない？お、どっちだ？お、強いぞ。なんかおかしい。2匹ついてる？そんなことある？いや、外れたか。なんかおかしい。すごいいい出方。すごい。本当だ。おお、ちょっとサイズがいいかも。おお。サイズアップ。よし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 。はい。おお。いいサイズ。おお、太い。太っ。おお、でかいでかい。これはちょっと太い。ああ、めちゃくちゃいいサイズ。丸いな、やっぱ。かっこいいな。こっちの魚はやっぱこう全体的に丸みが強いですね。太い。こう上から見てもこの分厚さがよくわかるかなって感じです。強かった。本命ではないですが、それでも嬉しいゲストです。よっしゃ。よっしゃ、リリースしましょう。バイバイ。強勝パターンね。気が強い。最高ですね。さあ、戻ってきました。昨日反応の良かったポイントですね。この2日目、夕間詰め、最もいい時間帯でこの一番いいポイントに再び。やっぱ昨日と違って今日は夕間詰めのタイミングで、昨日も魚はいたけどあと一歩何か足りない部分があったので、今日は夕間詰めというプラスアルファの時間帯で魚は絶対いる。光量も良くなってきたし、だけどまあ難しくないと魚釣りは面白くないからね。最後まで諦めずに誘うだけや。お、それいい。ラスト。よし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 。寄ってきてる寄ってきてる。できた。結構下で食ったんだな。よし。おお、いく。よし。おお、強い。強いね。針外れだけ気をつけて。園長お願いします。見ていこうか。よし、これでいい。よいしょー。
わあ、サイズアップ。引くね。はい、ユーマ詰め、シンキングのサーチスイマーでちょっと広範囲に探ってみたら、いい方のブリ、ハマチが食ってきてくれました。やっぱ引きますね。潮の流れも結構あって、流れに乗ってたのかわからないですけど、結構走りました。ほんと一瞬ヒラマサかなって思うぐらいの引きの強さでした。いいサイズ、綺麗。かなり厳しい戦いでしたね。魚はでも多い、それはすごくいいことですよね。ただ本命のヒラマサは今回はちょっと出会えなかったですね。3日目の午前中だけなんと釣りをさせていただくことになりまして、本当の最終日取りましょう。絶対に一番可能性のあるであろう場所をちょっと重点的に。ここ3日間かなりこの場所ではそれなりにでかい魚の反応もあったので、いるならこうでしょう。朝一は何ですか？ルアーは朝一は昨日も一昨日も反応なかったシンキングのサーチスイマーで、ちょっと一流し目からこいつで見せていきたいなと思ってます。僕はちょっと再びこのでかいルアーを投げてきます。昨日のユーマ詰めもやっぱ反応が良かったので、ちょっとトップとシンキングペンシルと二手に分かれて探っていきましょう。はい、よし、頑張りましょう。頑張りましょう。朝のタイミングは昨日も一昨日もやってないんで、一発目から注意。さあ流れはいい感じ、速すぎず緩すぎず。ボラが結構いますね。このボラの下にでかいサイズのヒラマサがついてるかもしれない。今日は全然反応してこない。水瀬戻るんやったら今の潮のタイミングかな。釣れ魚が昨日と見る限り一番おったのはやっぱ大瀬の間に合う、屋島の方が多かったかな。で今から行ったらまだ間に合う潮の先の潮が、今から動く40分ぐらいは移動して、ついて1時間半ぐらいが勝負かな。その潮が止まるともうちょっと次の潮来るまでがまた時間がするかな。大勢行く？大勢行きましょう。間に合えば1000ぐらい。間に合えばその戻ったと、まあ間に合えば込みますよ、で終わりかな。それで行ってみましょうか。はい、じゃあ大勢お願いします。なんか話を聞いてる感じだと、そこの大勢がやっぱ夢がまあね、ある感じがしますね。おお、釣れそう。お出てる。沖の方で飛びようだ。あ、なんかちょっとでかいか。雰囲気あるよ。さあ潮も流れてるし、ちょっと雲も入ってきていい感じ。トビウオも襲われて、おそらくそれを捕食してるでかい何かもいるはず。おお、50。もういつ出てもおかしくないね。結構早いね、潮。ルアーが落ちたとこから動いてないもん、あんまり。
お、来た。はい、来た。着水ヒット。着水ヒットです。魚がそこにいたのかな。元気元気元気。ちょっと可愛いサイズかな。でも、うじょー、お、丸い。ルアーを投げて着水とほぼ同時にヒットしてきました。なんか昨日と違って魚がすごい青く、海の色も青いんで、なんか昨日と違った海のような感じがしますね。魚のコンディションもすごいいい、丸い美味しそうな魚です。タイムリミットがどんどん迫ってきてます。お、来たお、来た。おっしゃ、食った。すごいスピード。よし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 。おお、水面に走ってる。おお、いい出方。おお、日中でもこの子たちは元気がいい。アグレッシブに、すごいバイトでしたね。速いスピードでルアーを追っかけてきて、何匹かついてきてたと思う。楽しいな、これは。これはこれでとてもいい。船長もかなりいい魚が入ってるということなんで、さあラストヒラマサを狙いましょう。出込んね。お、出た。あー、うわすごい出方だったのに、一瞬かかったけど。お疲れ様でした。おー、そうか。お疲れ様でした。ありがとうございました。この瀬戸内ってめちゃくちゃいいとこでしたね。初めてこの海域で釣りをしたんですけど、やっぱ魚が多いなっていう印象はあって、僕は地元で小学生、中学生、高校生ずっとこの海で釣りしてきて、やっぱりその当時から昔からすごい魚多いなっていう感じでしたね。その中でこう昔からヒラマサの話を聞く中で、今回こういう企画で開拓挑戦っていう形で挑んだんですけど、なかなかね、やっぱり条件的にも難しい状況で、絶対どっかにはいるはずなんですよね。絶対ね、もうそこ泳げる可能性もあるもんね。全然あると思う。難しいや。可能性はあるけど、やっぱ釣れないっていうのはやっぱヒラマサの魅力であり、難しいところかな。魚釣りの魅力っていう、簡単に釣れたらやっぱ楽しくないっていうところもあって、狙って狙って粘って粘って取れた1本ほど嬉しい、価値のある魚だと思うし、そんな中でもね、ハマチとかブリはいっぱい遊んできてくれて、かなり釣れましたよね。かなり釣れたね。こんなにもやっぱトップで出るんだっていう、いや、それがびっくりですね。そういう印象があるんじゃないかなって。数もいるし、引きも強いし、引きも強い、サイズもいいし。サイズもいい。あれサイズってマックスサイズがあのサイズなんですか？いえ、まだもう全然もっとでかいのは、いい時はもっともう一回り二回り大きい。ほんと10キロ超えるブリもこの時期キャストでトップで出てくるんで、それも瀬戸内海のこの海域の一つの魅力であると思うし、その中でこうヒラマサも狙って釣れるようになったら、もっともっとなんか面白い海になっていくかなって、いや、すごい海、本当に。いやー、リベンジしたいですね。またリベンジしたいね。もっともっと、僕も巨匠ももっと腕を磨いて、しっかりと次は結果として残せるように。
近いうちに多分誰か釣るんですよ、それが僕なのかゆうきくんなのか、他の方かどうかは分からないですけど、やっぱ釣りたいですよね、自分たちが。狙って釣りたいね。狙って釣れたじゃなくて釣ったにしたいね。こればっかりはもうやり続けるしかないんです。まあそうだね。次回また機会があれば、そうですね、挑戦しましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。